さて、ドイツに来てから2ヶ月半が経ちました。こちらに来てからの最初の2ヶ月間はホテルで暮らしておりましたが、家がやっと見つかりまして、この部屋に引っ越してきたと、少しずつ部屋を片付けていっております。つい先日、この部屋のデスクツアーの動画をアップいたしました。後ろに映っているデスクですね。デスクツアーの動画もまだの方いらっしゃれば、ぜひこちらもご覧になってください。やっとこのリモートワークをする部屋が整ってきましたので、今日はこの部屋のルームツアーを行いたいというふうに思います。ドイツの部屋の設備とかも一緒にお伝えできればなというふうに思っております。そして今回は前半と後半の2部作でご紹介できればというふうに思っております。前半は部屋の全体とドイツの設備に関連したものを紹介させていただいて、後編ではこちらですね、ちょうど DIY をした棚なんですけれども、この DIY をした棚のアイテムとかをメインにご紹介をできればというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ゲームブログのチャンネルはデスク環境のアップデートやガジェットのレビュー、そして買ってよかったものや海外 Vlog などを発信しております。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また今回の動画で紹介するものにつきましては概要欄にリンクを記載しておきますので、気になるものがありましたらぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。部屋の全体はこんな感じになっています。広さは約8畳から9畳ぐらいかなというふうに思います。基本的にドイツで部屋を賃貸する際は家具は一切ついておりません。後ろに見えておりますデスクも日本から持ってきまして、でこの右側にある自転車なんですけど、こちらも日本から持ってきております。隣にある DIY をした棚なんですけど、こちらで作りました。また別の部屋なのですが、キッチン設備も基本ついていない賃貸物件も多いのですが、私の物件は運よくシステムキッチンをオーナーさんがつけてくれていましたので、この点は非常にありがたい限りですね。あと電子レンジとか冷蔵庫とかもオーナーさんがつけてくれていて、お金がかからずに済ませていただいております。また日本と大きく異なるのは階の数え方が違います。私が住んでいるこの部屋は1階になるのですが、ドイツではこちらは地上階というふうに位置づけられて、ドイツ語でエアデゲショスというふうに呼ばれていて、その頭文字を取って EG もしくは0階というふうに表示されるようですね。なので私が住んでいる部屋というのは0階に位置しております。また部屋に必ず備え付けられているのがハインツングと呼ばれるドイツの暖房設備になっています。ちょうど一番奥に見えている白いものになりますね。はい、この部屋にあるハインツングの配管の中に温水が流れて、その温度が30度からだいたい100度のお湯が流れるというふうに言われています。温度調節のためにちょうど左側ですね、サーモスタットバルブがついておりまして、このバルブについているスリットから入る空気で室温を検知してこの部屋の温度調節をしているといった感じになります。ドイツでは室内が均等に温まる仕組みになっておりまして、足元まで意外に暖かいですね。またドイツの家の壁は石壁が多いと言われております。ちょうど私のこの部屋も石壁でできていますね。この石壁の特徴としては熱しづらい反面冷めづらい性質があります。先ほどのハインツングでセントラルヒーティングで温めた後に電源を切っても部屋は暖かい状態が長く続くといった感じになります。ただご存知の通りガス代がめちゃくちゃ高くなってきているので、節約したり節電しながら生活をしているといった感じになります。自転車ですね、ちょうど後ろに見えているのですが、これも今部屋に置いています。こちら見えているのがロードバイクですね。アンデザインワークスの自転車を日本から持ってきました。もう7年目の自転車なんですけれども、タイヤも新しくしましてメンテナンスしながら乗っているといった感じですね。まだ置く場所が決まっていないので、この部屋に段ボールを引いて置いているといった感じになっています。バイクスタンドなどを購入して立てかけようかなというふうに思っているので、また購入したら動画をアップしたいなというふうに思います。自転車に備え付けている設備も少しご紹介できればと思います。自転車携帯用電話ホルダーですね。こちらブランドはアークールというものを使用しております。360度回転して調節ができる形になっています。取り外しも可能ですし、
超軽量のシリコン素材でできていますので、自転車のハンドルバーにほとんど圧力をかけずに乗りやすさと安全性を確保したものになっております。取り付けは簡単で工具も不要なのでおすすめの一つです。そして気になる Amazon 評価ですが 88% と高い評価になっていますね。こちらもおすすめです。そして、自転車の設備、ドリンクホルダーも見ていきたいと思います。ブランドはブルーフィールドのドリンクホルダーを右側につけています。真ん中にもドリンクホルダーをつけているので、2箇所つけている形ですね。こちらのブルーフィールドのドリンクホルダーについては、自転車だけでなくてベビーカーのパイプ部分に簡単に取り付けることができます。こちらも取り付けは工具不要で、片手でネジで留めるだけで取り付けが可能となっています。締め付け部分はクッション材で傷がつかないように防止してくれておりますので、これもグッドポイントですね。そしてボタンを押すことで360度回転するので、使用しないときはボタンを押して横にしています。また空気入れも以前の買ってよかったものの動画でご紹介しておりますので、もしお時間あればこちらの動画もご覧ください。それでは一番奥側、窓側に置いておりますデスクオーガナイザーも少しご紹介できればというふうに思います。はい、こちらデスクオーガナイザーですね。ブランドは IKEA のリスラというものを僕は使用しております。このデスクオーガナイザーですが、細かく仕切りがありますね。ほとんどまだ入っていないんですけれども、徐々にこちらも入れていこうと思っております。細かい仕切りがありますので、使い方に合わせて仕様を変えることができます。あと色も黒色というのでとてもシックな色合いなので気に入っています。IKEA の商品はデスク環境にフィットするものが多いので、個人的には好きなブランドですね。こちらを今窓側に置いています。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。前半はドイツの設備に関連することや自転車、窓側に置いてあるものをご紹介させていただきました。後編ではこちらの DIY した棚の方をご紹介したいというふうに思います。この動画が良かったと思っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは後編でお会いいたしましょう。バイバイ。But I know while you fly, at least they say something. Still I try